じなんだか。弱いなバッテリー。だから汚れてるでしょ、これ吹き返しの後ということはバルブの密着フルシーですが汚いでしょ。まあ全般やっぱ上がってるんだ。上がってないの？看護師さんとか真っ黒の真っ黒の汚い。粘着んだよね。カブレターの多分調整ができてるんだと思う。相当ガス濃いな。オイル上がりは3番と1番はちょっと臭いか。うっすらと作業灯があるね。内側こう黒い色。この中はアルミの色してるけど、ここ黒でしょ。これもそうだし、これもそうだし、ね。こっちもやっぱ出るよね。やっぱり密着がいいよこれ。だから汚れたら汚れたんさ。排気側見るとすごい当たり幅が狭いさこれ。標準よりも狭いんさ。ということはこれもちゃんとした仕上げをやってないと思う。あれは新品なのかな、わからない。すり合わせは多分してないなこれ。もう一回やり直しです。ガイドは測ってみてヘリガールの交換なければいいけど、でシートカットもう一回やり直し。バルブシャーバーが標準じゃない。排気側が狭すぎる。
ッチバスケットもスラッジと真っ黒です。ぬるい。手取ると縛ってねえわ。うん。ほら。ぬるいのもあるよ。確かに緩いっすね。ぬるいのもあるよ。 1.2 ぐらいでしたっけ？ここ 1.1。ああ。だともうちょっと締めますよね。ケースボートのトルク、締め付けトルク、全部違うんだけど、すっげえ入れるところあるし、勝手ーってとこあるし、これトルクレンチで締めたって嘘やろ。なんかさ、ボルトの頭を、座面、サンダーで削ってあるんだけど、そこサンダーかけるかひでえわ。ほら、これなんか絶対サンダーはけてるぜ、これ。これもそう、サンダーはけてるよ。当たり前はこんな感じだもんね。普通はこんな感じ、普通は。これなんか絶対サンダーかなんかはけたぞ、これ。よし、割れた。さすが。おー、クランク汚いっすね。メタルは交換したんだね。でも当たりが出てるもんね。はいはい。スレンジ不足。ダメかも。だね、ベアリングだこれ。まったく泥みたいなもんだねか、まったく。驚くのはこれ、交換したばっかりのコンロッドベアリングだそうです。傷だらけです。これ交換せちゃダメだわ。よし、食った。セカンド、サード、4色、1色。OK じゃん。
出ない？だね、すっげえヘドロの山じゃん。北新井市でバラって使えねえんだもん。とっても汚くて。エンジンのいっぱいに買ったらさ、はい、液体ガスケット。これクレモスさん、液体ガスケットは接着剤じゃない。接着剤がちゃんとくっついたら問題ないけど、液体ガスケットなんか絶対何の役立たないから、このガスケットがどういうふうにして作られてるか、どういう構造してるかって理解してないからこういうことするの。これただのゴムじゃないのよ。これ伸びないからほら。だからそれがなんでこういうふうな作りになってるのかってことを理解できないと絶対無理よ。うまく年長がすごく濃かったってオーナー。あ、それでキャブレター自分でやろうと思って部品用意したんだ。うん、ともかくエンジンかけるとガソリンくせんと。みんな新品の部品入ってんのに。プラモデルじゃねえんだから、ただ新品の部品組みゃいいってもんじゃねえさ。で 17R？ やっぱりで 17R っていう部品使ってる。普通はだって S で合うんだもん。R なんか使うことねえもん。例えばエアクリーナーを変えましたとかマフラーを変えましたとかっていうと燃長変わってくるから、その時にこういう細かいセッティングパーツを持って燃料の濃さを変えるわけさ。でもオリジナルで組んでるわけだからオリジナルのセッティングにしかないわけだろ。にもかかわらずオリジナルじゃないわけじゃないか。なんでそんなわざわざオリジナルなもの使う必要があるわけ。余ったパーツを持ってなかったからさ。そういえばね、
成。